ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道について解説しているよ。今回はお隣の国、韓国の鉄道についての解説動画だ。韓国は身近な国だけど、鉄道事情については意外と知られていないわよね。そうだな。韓国は欧州風の高速列車や日本風の通勤電車、いかつい機関車が牽引する客車列車などが同じ線路上を走る面白い国である。また、日本と同じく都市部、都市間ともに鉄道が発達した国でありながら列車の運行形態が日本の鉄道と大きく異なるのも注目すべき点だぜ。まずは韓国の地理を見てみよう。韓国の面積は日本の4分の1ほど。人口は約5000万人である。国土は山がちで、人口は海岸沿いの平野や国土中央部の盆地に集中している。韓国の主要都市にはソウル、プサン、テグ、テジョン、グアンジュなどがあるが、首都ソウルへの一極集中が凄まじく、インチョンなども含めたソウル首都圏の人口は韓国の総人口の過半数に達するぜ。東京首都圏の人口は日本総人口の4分の1から3分の1程度だから、韓国の方が首都一極集中が激しいね。人口分布を反映してソウル首都圏には地下鉄と近郊路線が融合した巨大な路線網があり、その他の主要都市でも地下鉄や新交通システムが運行されている。また、ソウルと各地方を結ぶ列車を中心に多数の都市間列車が運行されており、その一部は高速線を経由する高速列車だぜ。韓国の鉄道路線網は国土の大部分をカバーしているね。そんな韓国の鉄道の大部分を管理しているのが、韓国鉄道公社、通称コレールだ。コレールの他にも、各都市の鉄道公社や新交通システム、高速列車を運行する SR などの鉄道事業者が存在するが、まずはコレールの路線を中心に、韓国の鉄道について解説するぜ。行ってみよう。最初に路線図を見てみよう。ソウル、デジョン、テグ、プサンを結ぶキョンブ本線は日本の東海道本線にあたる韓国の大動脈だ。ホナム本線はデジョンでキョンブ本線から分岐しクワンジュやモッポまで伸びる。他にスンチョン、ヨスエキスポ方面に伸びるチョルラ本線や、キョンブ本線の山側を走行しソウルのチョンニャンに駅とキョンジュを結ぶチュンアン本線などの幹線がある。ソウルと地方を結ぶ幹線以外にも地方都市間を結ぶローカル線が多数存在している。さらに、キョンブ本線とホナム本線は既存の路線と被るルートで高速線が建設されているぜ。KTX や SRT 専用の路線だね。コレールの路線は在来線、高速線ともに標準機で日本と同じ左側通行。幹線は電化されており、電化方式は交流25000ボルトだ。キョンブ本線やチュンアン本線のソウル近郊区間には都市間列車の線路に加えて通勤列車用の線路があり、そのまま地下鉄に直通している。このような通勤路線を電鉄線と言い、電鉄線の路線網を広域電鉄と呼ぶ。インチョン方面に伸びるキョンイン線や元々は朝鮮、中国国境まで伸びていたキョンウィ線の韓国区間も電鉄化され広域電鉄に組み込まれているぜ。通常の路線とは別に通勤路線網、広域電鉄があるんだね。路線の次は、コレールの旅客サービスを見てみよう。韓国の鉄道では大都市圏の通勤列車と都市間列車は完全に分離されており、運賃体系も異なる。ソウルとプサンで運行される広域電鉄は駅の自動改札で運賃を回収する仕組みで、IC カードで乗車できる。一方、高速列車 KTX を含めた都市間列車は診療乗車方式で、車内改札が行われることはあっても駅に入る際の改札は基本的に存在しない。IC カードは利用できず、駅またはネットでのチケット購入が必要だ。同じコレールの路線であっても運賃体系が異なることから、それぞれの乗客が混じらないよう、発着するホームは別になっているぜ。日本のように、特急列車と普通列車が同じホームから発着するということはありえないんだね。同じ路線の都市間輸送と都市内輸送が分離された運行形態は特に珍しいものではなく、近年ではタイが同じ方式を採用しているぜ。ここからはコレールの列車を種別ごとに解説していくぜ。行ってみよう。コレール都市間列車の種別には、高速鉄道の KTX と SRT、JR の特急に相当する ITX セマウルや ITX チョンチュン、急行に相当するヌリロやムグンファ、各駅停車のトングンヨルチャがあり、広域電鉄では普通列車に加え停車駅を絞った急行や特急が運行される。まずは韓国の高速鉄道、KTX について解説していこう。KTX は高速列車専用線のキョンブ高速鉄道、ホナム高速鉄道や、カンヌン線、チュンアン線を経由し、ソウル、デジョン、テグ、プサン、クアンジュ、ヨス、カンヌンなどの都市に乗り入れている。利用客の多いキョンブ高速鉄道の最高速度は300キロ以上に達し、ソウル、プサン間を最短2時間半で結んでいるぜ。
最高速度は日本の新幹線にも引けを取らないレベルだね。日本と違い、韓国の鉄道は在来線も高速鉄道も両方標準機のため、KTX は高速線と在来線を組み合わせた柔軟な運用が可能だ。この特性を活かし、途中まで高速線を走り在来線に乗り入れる運用が数多く設定されているぜ。日本のミニ新幹線のような感じだね。そうだな。ミニ新幹線のように幹線から分岐してポハンやヨスなどの地方都市に乗り入れる列車もあれば、途中で高速線を降りて並行在来線を走る列車もあるのだ。これは日本で例えると東京から名古屋までは東海道新幹線、名古屋から大阪までは東海道本線を走るようなものだぜ。期間が同じだと柔軟な運用ができて便利だね。高速線の建設が困難なソウルなどの市街地では高速列車が在来線を走行し同じ駅を発着する。欧州と同じく、在来線列車と高速列車が同じ駅で並ぶ光景が見られるぜ。いろいろな列車が見れて楽しいね。KTX の車両は3種類。初代 KTX 車両はフランスの TGV レゾの韓国版だ。初期編成はアルストム製、後期編成はロテムでのノックダウン生産である。両端の動力車で18両の連接客車を挟んだ20両編成だ。とんでもない超編成だね。客車1両あたりの長さが短いため、編成長は N700 系の16両編成よりも短いぜ。KTX 初代車両は TGV レゾに似ているが、トンネルの多い路線に対応し車体強化や全面形状の改良が行われている。さらに、客車数が8両から18両に増加したため動力車も強化。1両目客車の一部までも動力区画になっている。KTX 初代車両は2004年の KTX 改良時から使用されているやや古い車両だが、客車18両の長大編成による輸送力を活かし現在でも主力車両として活躍しているぜ。KTX サンチョンはヒュンダイロテム製。初代 KTX の製造経験をもとに韓国で開発され、2010年に登場した。初代 KTX と同程度の高速走行が可能で、加速度は強化されている。初代 KTX より短い10両編成で、2編成をつなげての運用や途中で切り離しを行う運用も可能だぜ。連接客車、動力集中方式などの基本的な設計は TGV の流れを組んでいるね。内装については、評判の悪かった初代 KTX の集団見合い式から進行方向に合わせて回転可能な座席に変更されているぜ。KTX ユームは2019年に登場した新型 KTX 車両だ。製造元はヒュンダイロテム。KTX 初の動力分散式車両で、小型の窓や鋭い流線形のノーズ、光沢のある水色の塗装が特徴的だぜ。なんとなく日本のミニ新幹線を思わせる見た目の車両だね。KTX ユームは在来線の高速化を目的に導入された形式で、最高速度260キロ程度と高規格高速線を走る KTX 車両よりは遅い、関門線や中安線の一部で運行されており、今後も運行範囲は拡大する予定だぜ。韓国の高速鉄道には KTX の他に SRT という列車もある。SRT は2016年に運行を開始した新しい高速列車で、コレイルの子会社、SR 社が運行しているぜ。KTX とは何が違うのかな？ソウル側の終着駅が異なる。KTX のターミナルはソウル駅だが、SRT のターミナルはカンナム区の裾駅だぜ。SRT はソウル近郊では専用のバイパス線を走行した後、KTX と同じ高速線に乗り入れる。キョンブ高速線経由プサン行きとホナム高速線経由のクアンジュソンジュンモッポ行きの2系統が運行されているぜ。欧州のように別会社の列車が同じ線路を共有しているんだね。使用車両は KTX サンチョンと同じ形式だが、外観、内装ともに紫を採用し青系の KTX とは差別化されているぜ。SRT は KTX よりも 10% ほど運賃が安いため人気が高い。列車本数は決して少なくないにもかかわらずほぼ全列車が満席だぜ。ソウルの中でも活気のあるエリアのカンナムを発着することも人気の理由かな。韓国の高速鉄道には日本の新幹線ののぞみ、光のような種別はないが、列車によって停車駅パターンや所要時間は異なる。ただし、各駅に停車する列車はなく、KTX 同士の追い抜きは原則行わないぜ。緩急接続を頻繁に行う新幹線とは異なる特徴だね。動力集中方式の KTX、SRT は客車のため、走行中もモーター音がなく静かだ。KTX、SRT ともに、日本のグリーン車にあたる特質は3列シートで水やスナック付きの豪華なサービスなので、機会があればぜひ乗車してみてほしいぜ。韓国の高速鉄道の車内は快適そうだね。次は在来線を走る優等列車。ITX セマウルは在来線のみを走行する速達列車だ。KTX 改良前の再速達列車であったセマウル号を置き換える形で2014年に登場した。キョンブ線、ホナム線などの幹線を走行し主要都市間を結んでいる。最高速度は150キロに達し、ソウル、プ
3間を4時間半で走破するぜ。日本と違って高速線と並行する在来線でも速達列車が走っているんだね。使用車両は21万系。宇神三電製の6両編成の電車だ。赤と黒の塗装や大きなライトが目を引く、尖ったデザインの車両だね。車内はこんな感じ。日本の特急電車によく似た雰囲気だぜ。ちなみに客車セマウル号は現在でも存在するが、無群作用客車をリニューアルしたもので、かつてのセマウル号とは別物だ。ディーゼル機関車が牽引する ITX セマウルと同じ塗装の客車列車で、チャンハン線の非電化区間に乗り入れているぜ。ITX セマウルの非電化バージョンという感じだね。次は、ITX チョンチュン。ソウルから北東に伸びるキョンチュン線の優等列車だ。使用車両はヒュンダイロテム製の36万8000系電車。8両編成で、韓国で唯一の2階建て車両を連結した列車だぜ。日本の2階建てグリーン車に似た雰囲気があるね。韓国のホームの高さは路線によって異なり、一般に電鉄線はドア1ホーム、それ以外の路線は低いホームだが、キョンチュン線は電鉄線の一部でもあるため ITX チョンチュンは都市間列車としては例外的に低いホームに対応したステップがないぜ。次は、日本の急行列車にあたる停車駅の多い列車を見ていこう。無群波号は客車列車で運行されるやや停車駅の多い列車だ。キョンブ線のような幹線から非電化のローカル線まで、コレイルのほとんどの路線で運行されるぜ。日本ではほとんど滅びてしまった急行列車だけど、韓国ではたくさん走っているんだね。実は、韓国の鉄道には急行列車が多い代わりに各駅停車がほとんど存在しない。無群波号が列車ごとに異なる停車パターンで走ることで中小駅の乗客を拾っており、中小駅からも純速達列車1本で大都市に行くことが可能になっている。一方、無群波号を止められない程度の小さな駅は廃止されてしまっているぜ。ローカル輸送をある程度諦める代わりに、数を絞った駅から大都市への都市間輸送の利便性を高めているんだね。各駅停車を残しローカル輸送を維持した JR と急行列車を残し都市間輸送の利便性を高めたコレイル。両者の地方路線維持の方法が対照的で面白いな。無群波号の客車は大きく分けて3種類。編成は必ずしも統一されておらず、別の形式の客車が混ざった編成も珍しくない。旧型客車は国鉄型特急電車にも似た雰囲気の大きな窓が並ぶ形式だ。数が多く主力の客車だが、老朽化が進んでおり、かなり傷んだ状態で運行されている車両もあるぜ。ボロボロだね。2000年以降に製造されたリミット客車は連続した窓が特徴的だ。無群波号は短距離の利用や立ち席利用も多いため、ロングシートの車両もあるぜ。丸みを帯びた窓とステンレスの車体が特徴的な元セマウル号特質客車は中安線を走行する一部列車に1両だけ連結されている。内装については特質なだけあって座席間隔が広く、リクライニング角度が深い。元はソウルとプサンを結ぶ花形列車であったセマウル号。それも特質に無群波料金で乗れるお得な車両だぜ。韓国の客車では珍しいステンレスのかっこいい車両だね。ちなみに、セマウル号の電源車については無群波号に転用され今でも数多く使用されており、見かける機会が多いぜ。無群波客車には方向表示幕がなく、今でも昔ながらのサボが使用されているぜ。余剰があるね。客車列車である無群波号は電化区間では電気機関車、非電化区間ではディーゼル機関車が牽引する。8200型はシーメンスのユーロスプリンターを元に設計された電気機関車だ。シーメンスの技術支援を受け、2003年から2008年にかけて韓国のロテム社で83両が製造された。シーメンス製の 3VF インバータを搭載しており、発車時のインバータ音が音階に聞こえるぜ。韓国にもドレミファインバータの車両がいるんだね。非電化区間に乗り入れる運用ではディーゼル機関車が活躍しており、アメリカの EMD 製の車両と、それを元に国産化した車両が存在する。いずれの形式も三軸台車の電気式ディーゼル機関車で、よく似たいかつい外見だ。米国系の武骨なディーゼル機関車、いわゆるアメロコだね。この手のディーゼル機関車は静粛性が低く、発車時には甲高い爆音を響かせるため、駅構内にアメロコがいればすぐにわかるぜ。実は無群波号には機動車で運行されるものもある。トンテグ、母班間では9501系機動車の無群波号が走る。この車両は後で登場する普通列車用の機動車をリニューアルしたものだぜ。車内は無群波型客車に準じたものになっているね。急行列車には無群波号の他にヌリロ号という種別がある。ヌリロ号は日立製20万系電車で運行される列車で、トンテグ、テファガン間などで運行されている。20万系は韓国では珍しい日本製車両だぜ。サンダーバードの車両によく似ているね。
先ほど韓国では日本の普通列車に当たる車両が存在しないという話をした。確かに、通常の各駅停車の種別ピプルギ号は消滅したが、近郊路線の各駅停車種別、トングンヨルチャについてはクワンジュとクワンジュソンジョン間のシャトル運用でかろうじて残っている。この列車は旧ターミナルのクワンジュ駅から、線形改良で KTX 停車駅となったクワンジュソンジョン駅までのタンク間を結んでおり、近郊型の機動車、9501系で運行されているぜ。トングンヨルチャについて興味が湧いた人はこちらの動画を見てみてね。以上がコレイルの一般的な旅客列車だ。この他にも、韓国には多数の観光列車が存在し、日本と同じくやや古い車両を走行路線に合わせたデザインにリニューアルして運行している。海沿いの風光明媚な車窓が楽しめるパダヨルチャ、山あいのローカル路線チョンソン線を走る眺望が売りの列車、Aトレイン、豪華なクルーズトレイン、ヘラン号などがあるぜ。日本の観光列車によく似たラインナップだね。韓国ならではの列車としては、北緯38度線の非武装地帯ツアー専用列車、ピョンファヨルチャ DMZ トレインがあるぜ。これは韓国ならではだね。コレイルは貨物列車も運行しており、鉄道貨物のシェアは日本よりも高い。電化区間ではヒュンダイロテム製の貨物専用新型電気機関車、8500型が活躍している。フランス国鉄の車両をベースに開発された原骨型の電気機関車、8000型もわずかながら運用されているぜ。アジアでは珍しいスタイルの機関車だね。次は電鉄線について見ていこう。電鉄線はコレイルの路線を分離しとして鉄道化したもので、市街中心部で地下鉄に乗り入れるケースが多い。まずは韓国で最初に開業した電鉄線であるソウル1号線を紹介するぜ。ソウル1号線は、キョンブ線の電鉄線、キョンイン線、ソウル公共交通1号線、キョンウォン線などを統合した路線だ。南はチャンハン線のシンチャン、西は港湾都市インチョンからソウル中心部の地下鉄線に乗り入れ、北は国境にほど近いソヨ山に至る、総延長195キロに達する長大な路線だぜ。上の東京ラインのようなイメージだね。運行形態も複雑で、普通列車に加えて朝夕のみ運行の特急や各方面の急行、KTX のクアンミョン駅に乗り入れるクアンミョンシャトルなどがある。輸送密度の大きさを反映してキョンイン線の一部区間は急行線と観光線の複々線になっており、列車は重量の長編成だぜ。電鉄線の列車はどことなく日本の通勤電車によく似た雰囲気だね。それもそのはず、韓国の電鉄は日本と深い関係があるのだ。1号線は日本の技術支援により開通した路線で、初期の車両は日本製。その後の車両も日本の通勤電車と同じ規格を採用しているのだ。ロングシートの内装も日本の車両によく似ているが座席にクッションがないかあっても非常に薄いという違いがあるぜ。椅子は硬そうだね。当時の国鉄線は高流電化、ソウル地下鉄線は直流電化を採用したため、1号線は高直流電車で運行されることになった。抵抗制御の初期型車両、1000系は103系をベースに設計された。コレイルの1000系は運行を終了しているが、ソウル交通公社の姉妹車は今も現役だぜ。どれも日本で走っていても違和感がない外見だね。次の世代の31万、1000系一次車から車体がステンレス製に変更された。側面は205系と売り2つだ。電鉄線の車両は車番による区別が難しいこともあってか、前面形状に由来するあだ名で呼ばれることが多い。31万、1000系一次車をはじめとする西武6000系に似た平たい顔の列車はナッチャギ。2002年に登場した31万、1000系二次車などの丸っこい顔の車両はトングリ。2005年に登場した31万、1000系三次車をはじめとする釣り目の車両は新トングリと呼ばれる。2019年には貫通扉を廃止全面デザインが一新されたチュブンイが登場したぜ。新しい車両も側面は205系風なんだね。1号線の他にも、3号線、4号線、キョンチュン線、スインプンダン線などで1号線の色違いの車両が運行されているぜ。カラフルで楽しいね。3号線、4号線の車両は直流車両であるなど、外見は同じでも別の形式だぜ。ソウル交通公社単体で運営される路線や空港アクセス鉄道など、ソウルには他にも多数の路線があり、ソウル首都圏の一部であるインチョンでも2路線の地下鉄が運行されているぜ。ソウルの都市鉄道網はアジア有数の規模で、多様な車両を見ることができるね。ソウル以外の都市でも様々な都市鉄道が運行されている。特徴的なものとしては、日立製のモノレール、テグ都市鉄道3号線や、2015年に開業したソウル首都圏以外では初の電鉄線である、プサンのトンヘ線、日本以外では珍しい全長18メートル級3ドア車が走るプサン1号線などがあるぜ。日本製の車両も走っているんだね。
次は韓国の鉄道の乗り方について紹介しよう。広域電鉄については IC カードの T マネーカードで乗り降りできる。T マネーカードは日本のスイカなどと同じく、電鉄線以外の各都市の公共交通はもちろん、コンビニなどの買い物でも利用できるぜ。韓国旅行の際は持っておくと便利だね。次は KTX や都市間列車の乗り方。都市鉄道も都市間列車も同じ運賃体系の日本とは異なり韓国の鉄道は電鉄線と KTX、都市間列車は別の運賃体系のため、T マネーカードで KTX や無群派号に乗車することはできないぜ。乗車ごとにチケットを購入する必要があるんだね。KTX と都市間列車のチケットはコレイルの公式サイトやアプリで簡単に購入できる。国外発行のクレジットカードでの決済も可能で駅での引き換えも不要だ。都市鉄道と都市間列車が分離されていて複数車にまたがるような複雑な切符が存在しないこともあり、JR よりもオンライン化が進んでいる。公式サイト、アプリともに日本語にも対応しており簡単に列車を検索できるが、公式サイトについてはチケット印刷ページにやや癖があるので要注意だぜ。公式には印刷されたチケットの携行が必要で、印刷画面はたった一度しか表示されないから注意してね。もちろん、チケットはコレイルの駅でも購入できるが、自動券売機は韓国国内発行のクレジットカードしか対応していないものが多く何かと不便だ。外国のクレジットカードは使用不可であり、数が少ない現金対応の券売機か窓口で直接購入する必要があるぜ。SRT にもチケット購入が可能な公式サイトがある。長らくの間ネットでのチケット購入に韓国国内の電話番号が必要で、外国人は利用できず評判が悪かったが、最近改良され外国人も購入可能になったようだ。SRT は人気で、ほとんどの列車が数日前に満席となるため、早めにチケットを押さえておく必要があるぜ。深夜や早朝の人気がない時間帯の列車やソウルから離れた末端の区間ならチケットを入手しやすそうだね。ちなみに、SRT のチケットはコレイルの券売機でも購入できるぜ。次は列車の撮影について、軍事貨物など特殊な例を除けば列車の撮影が咎められることはない。ただし、広域電鉄はほぼ全ての駅にスクリーンドアが設置されており、線路周りは防音壁でガードされているため撮影に適したポイントは非常に少ない。地下鉄に至っては車体を見ることすら困難な路線もあるぜ。撮り鉄は禁止ではないものの難易度が高いんだね。また、JR 北海道のように列車到着時以外はホームを開放しない駅や、ホーム端は立ち入り禁止の駅もあり、駅で自由に撮影できるとは限らないぜ。ところで、韓国にも鉄道ファンはいるのかな？日本ほど多くないが、いるにはいる。撮影に適したスポットが少ない分、有名な撮影地では韓国人の撮り鉄に会う機会も多いと思うぜ。最後に、韓国の鉄道の今後の展望について見ていこう。韓国の鉄道は今、大きな転換期を迎えている。今後予想される最も大きな変化は、無群派号の廃止だろう。無群派号置き換え用の多音質製新型電車、EMU150 の大量導入が決定しており、試運転はすでに始まっている。無群派号は幹線の運用を中心に順次 EMU150 に置き換えられる予定であり、韓国の鉄道で長らく活躍してきた客車列車は徐々に役目を終えていくと思われるぜ。ITX セマウルに引き続き、尖ったデザインの新車だね。電鉄線や地下鉄線でも新型車両が次々に登場している。2023年、1号線に31万、1000系6次車がデビュー。平坦なアルミ車体が特徴的で、キューブの愛称がついた。他にも、2号線や4号線、7号線、空港鉄道などで新型車両導入計画があるぜ。ソウルは新車ラッシュだね。新車導入と同時に、ナッチャギと呼ばれる西部化の形式は徐々に数を減らしていくと思われるぜ。路線についても、中央線高速化などの工事が行われており、ソウルでは3路線の通勤新幹線を建設するという巨大プロジェクトが進行中である。GTX はソウルの大深度地下に建設される通勤用高速鉄道だ。車両は3ドア、ロングシートの通勤型だが、最高時速は180キロに達する。ソウル都心で交わる4路線が計画されており、そのうち SRT のスソピョンテク高速線に乗り入れる GTX-A 線は2024年に開業予定だぜ。最初に開業する区間は既存の高速鉄道を通勤路線化したものだけど、他の区間は地下の高速鉄道を新しく建設することになるんだね。ソウル以外にも開業間近の路線がある。これまで電鉄線はソウル首都圏と釜山都市圏にのみ存在していたが、2024年、韓国第3の都市、テグに電鉄線が誕生する予定だ。テグ県広域電鉄はキョンブ本線に並行して建設され、グミ、テグ、トンテグ、キョンサンを結ぶ。韓国では珍しい2両編成の電車が運行を開始する予定だぜ。鉄道の発展とともに使用車両のバリエーションも豊かになっているね。
今回の解説はここまで。フランス譲りの高速鉄道、日本風の通勤電車、いかつい機関車が牽引する客車列車が同じ線路上を走る韓国の鉄道、ムグンファ号やトングンニョルチャなど、先が長くない車両もあるため、興味が湧いた人はぜひ早めに乗りに行ってほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。